昔、モンゴル帝国が東アジアでとてつもない力を持っていた時代のお話です。陸の上でどんどん領土を広げていた彼らは、次第に海へと目を向け始めました。草原を駆け抜ける馬のような速さで世界を征服してきた彼らでしたが、さらに広い世界を支配し、新しい貿易の道や資源を手に入れるために、海を越える必要があったのです。中国の宋という国が弱まり、本土をしっかり抑えたモンゴルは、ついに日本への侵攻を計画しました。この計画でとても重要な役割を担わされたのが、今の朝鮮半島にある高麗という国です。高麗は日本海に面しており、当時のモンゴル帝国の支配下にあったため、日本へ攻め込むための前線基地として欠かせない場所となりました。では、高麗がどのようにしてこの作戦に組み込まれたのでしょうか。まず、当時の高麗は国内で政治な混乱が起きており、外からの圧力に耐える力が弱まっていました。国の中では、モンゴルに協力しようとするグループと、反対するグループが激しく争っていたのです。結局、モンゴルは高麗のケソンや慶州といった港町に基地を作り、船を作ることや兵士を集めることを命じました。当時の高麗は、大きな木造船を作る高い技術を持っていました。特に高麗船と呼ばれる底が平らな船は、浅い川から海まで自由に動ける便利な船でした。しかし、この船は外洋の激しい波に耐える作りになっていませんでした。モンゴル側はこの弱点を見逃し、中国の江南地方から集めた深い底を持つ大型帆船と一緒に艦隊を組みました。その結果、船の種類がバラバラになり、スピードや性能に差が出たため、大勢でまとまって動くことが非常に難しくなってしまったのです。次に、食べ物や武器などの補給について見てみましょう。モンゴル帝国は陸の上では完璧な補給網を持っていましたが、海での作戦は経験が浅く、長期な計画に失敗しました。高麗を出発した船団は、最初はたくさんの食料や武器を積んでいましたが、上陸した後にどうやって補給し続けるかを考えていなかったのです。特に1回目の遠征では、九州の博多湾に上陸した後、激しい雨が降り続きました。そのため、補給船が岸に近づけず、物資が届かなくなりました。慌てたモンゴル軍は、高麗の農村から米や干し肉を集めようとしましたが、農民たちはすでに戦争で疲れ果てており、十分な量は得られませんでした。結果として、兵士たちの間には飢えと病気が広がり、戦う意欲はガタ落ちしてしまいました。さらに、誰が命令を出すかという指揮系統の混乱が、決定な失敗を招きました。1回目の遠征では、モンゴルの総司令官である紅茶宮と、高麗の将軍金宝慶が一緒に指揮を取りました。しかし、言葉が通じず、軍のやり方も違ったため、決断がとても遅くなりました。例えば、どこに上陸するかについて、紅茶宮はすぐに突撃すべきだと主張しましたが、金宝慶は潮の流れや敵の守りを慎重に調べるべきだと考えました。結局、中途半端な妥協案で急いで上陸したため、潮位の変化で船が座礁し、多くの兵士が海に投げ出されるという悲劇が起きました。2回目の遠征でも、高麗とモンゴルの連合軍と、南宋から降伏した勢力の軍がバラバラに動いてしまい、チームワークは全く機能しませんでした。そして、自然環境への無知が最後の追い打ちとなりました。モンゴルは、台風が最も多い7月から8月にかけて遠征を強行しました。当時の技術では、正確な天気予報など不可能です。特に2回目の遠征では、梅雨明けの湿った空気が巨大な台風を呼び寄せ、艦隊に襲いかかりました。嵐の中で船はバラバラに散らばり、もともと弱い作りだった高麗船は波に飲み込まれ、多くの兵士が溺れました。歴史に語り継がれる神風とは、単なる奇跡ではなく、季節の気象パターンと、脆い艦隊編成が重なって起きた必然な結果だったと言えます。この2回の上陸作戦を比べると、1回目の文永の駅は、規模は小さかったものの、上陸場所の選び方と補給不足が致命でした。2回目の弘安の駅は、船の数が1000隻を超えるほど大規模になりましたが、船の種類がバラバラで指揮系統も分裂しており、
そこに台風の被害が重なって壊滅な結果となりました。どちらの遠征も陸上での圧倒な強さを海に持ち込むことができず、海での戦いに必要な技術や物流の準備が足りなかったことが共通の教訓となりました。この失敗は単なる軍事な負けではなく、東アジア全体のルールを大きく変えました。高麗は日本侵攻のために莫大な人手と物資を失い、モンゴルの支配下で独立性をひどく損なわれました。国内では重い税金や兵役への不満が爆発し、それが後の李氏朝鮮という国が生まれる土壌となりました。一方の日本では、この脅威を受けて鎌倉幕府が武士たちの結束を強め、海岸に防波堤を築いたり、火矢や火薬を取り入れたりして、守りを固めました。これにより、日本は海を守ることの重要性を知り、独自の海軍力を育てる基礎を築いたのです。モンゴル帝国自身も、この失敗で海での作戦には限界があることを悟りました。それからは陸上の征服に集中し、海の貿易は商人に任せてリスクを避けようとしました。しかし、この選択が結果に内部分裂や経済の停滞を招き、ユーラシア大陸を支配していた巨大帝国は、短期間で崩壊へと向かいました。現代の視点からこの出来事を考えると、大きな教訓が得られます。海での作戦を立てるときは、単に兵数や船の数を増やすだけでなく、船の種類を揃え、補給ルートをしっかり作り、指揮系統を一つにまとめ、そして自然環境への対策をセットで考えなければならないということです。特に、同盟国や属国に頼りすぎた補給は、相手の国の政治や経済が不安定になったときに、致命な弱点になります。これは現代の多国籍軍などの作戦でも同じで、負担を公平に分担し、情報を共有して、指揮を一つにまとめることが求められます。最後に、モンゴル帝国の日本侵攻は、陸の帝国が海を制することの難しさを象徴する出来事でした。どれだけ大きな力と資源を投入しても、海という特殊な戦場に適応できなければ、勝利はありえません。高麗が果たした役割とその犠牲、そして日本が学んだ防衛の教訓は、今も世界の海上戦略の研究において重要な意味を持っています。私たちがこの過去を振り返り、技術な備えや組織の在り方を怠らなければ、同じ間違いを繰り返すことはないでしょう。さらに、当時の資料を詳しく検証すると、軍事なミスだけでなく、政治な駆け引きや経済な圧力も見えてきます。モンゴル本土のリーダーであったオボタイカーンは、遠征を成功させることで自分の権威を高めようとしていました。特に南宋との戦争が長引いていたため、東方での勝利を天の意志として利用したかったのです。そのため、予算は過剰に組まれ、金や銀だけでなく、高級な絹や陶磁器までもが輸送資材として動員されました。しかし、このお金の使いすぎが、高麗国内での農民の一揆や税金への不満を強め、結果として兵士を集める仕組みを壊してしまいました。また、船の作りについても、中国沿岸の技術を取り入れようとした形跡があります。福建省の漁船のような軽い船と、治安数地方の大きな帆船を組み合わせた混合艦隊を組んだのです。しかし、設計思想が根本に違う船を混ぜたため、航行中のコントロールが効かなくなりました。特に風向きが変わった時の帆の操作で大混乱が起き、船の列がバラバラになりました。そのせいで、敵の攻撃に対して非常に弱い状態になってしまったのです。この船の混在問題は、後半になっても悪化しました。2回目の遠征では、海軍顧問の李光林が、船をつないで動かす連艦艦隊というアイデアを出しました。しかし、実際には船の大きさや甲板の広さがバラバラだったため、機関からの命令がうまく伝わらず、攻撃の指示が遅れました。さらに、突然の突風で大きな帆船がひっくり返り、多くの乗組員が海に投げ出されました。軽い船は被害が少なかったものの、食料をたくさん積めないため、前線の兵士に食べ物を届けることができなくなりました。補給の弱さは、自然災害だけでなく、情報の伝達ミスにも原因がありました。高麗側は独自の物流ルートを整備していましたが、
モンゴルの司令官たちはそのルートを十分に把握していませんでした。その結果、補給船が届く港と実際に荷物を下ろす場所がずれてしまい、物資が陸路で無駄に運ばれたり、使われないまま腐ったりしました。さらに、現地の漁師が提供した小さな船は、巨大な艦隊の中では味方か敵か見分けがつかず、混乱を招きました。兵隊の担当者が海上の迷宮と呼ぶほど状況は複雑になり、ついに管理体制が崩壊しました。政治な面でも、この遠征は多くの摩擦を生みました。高麗の王室はモンゴルの要求に応えて、国民に重い税金を課しました。これが、貴族と庶民の間に深い溝を作りました。地方の有力者が自分の領地を守るためにモンゴルに協力する一方で、激しく抵抗する人々も現れ、国の中が二極化していきました。このような内部対立のせいで、モンゴルは高麗にさらに強い圧力をかけざるを得なくなり、結果として高麗は余裕を失い、独自の防衛策を考えざるを得なくなりました。日本側も、この失敗から多くのことを学びました。鎌倉幕府はすぐに解放令を出し、海岸に石垣や防波堤を築きました。また、武士たちの中に海上騎馬隊という新しい部隊を作り、船の上での戦い方を訓練させました。さらに、中国から火薬の作り方を輸入し、火矢や手榴弾を大量に配備したことで、海での守る力が格段に上がりました。この経験は、後の室町時代まで日本の防衛思想の基礎となり、貿易路の確保や海賊対策にも生かされました。一方のモンゴル帝国は、失敗を受けて海戦の研究を一時に止めましたが、完全に諦めたわけではありませんでした。学者たちは遠征後に海上図譜という本をまとめ、潮の流れや風向きの調べ方を体系化して、次の世代に伝えました。これらの知識は、後に明かりという国が海の貿易を広げる際に役立ち、東シナ海の航路を安全にすることに寄与しました。つまり、モンゴルの失敗は軍事な成果は出さなかったものの、間接に東アジアの航海科学を発展させたと言えます。また、この遠征は宗教や文化の交流にも影響を与えました。モンゴルの僧侶たちが日本を訪れ、日本の神道や仏教の寺院を巡り、対話を行いました。これにより、一部の日本の僧侶がモンゴルの禅宗の流れと交わることとなりました。この出来事は、後の日本の仏教、特に臨済宗が発展するきっかけとなりました。また、遠征服の旅に同行した人々が、ペルシャ産の絹や香辛料を持ち込みました。これらは日本の貴族たちの間で大人気となり、食べ物や服のスタイルに新しい風を吹き込みました。一方、高麗に残された影響は、政治の仕組みに現れました。元は高麗に、中央で全てを管理する厳しい仕組みを導入し、税金の管理を徹底させました。しかし同時に、もともとあった地方の自治ルールも一部残しました。この、新しい仕組みと古い仕組みを混ぜ合わせたやり方は、後の李氏朝鮮が採用した政治体制の土台となり、国の仕組みを近代にすることに役立ちました。その一方で、元による重い税金は農村の人々を苦しめ、人口を減らしました。その結果、農業の力が落ち、人々が町へ流れ込むという社会の変化が起きました。さらに、遠征の失敗は、モンゴル帝国の中での権力争いにも火をつけました。遠征に莫大なお金を使ったため、皇帝の財布は底をつき、貴族と官僚の間で、限られたお金をどう分けるかで激しい争いが起きたのです。特に、遠征を率いた広志茶岡は、失敗したことで皇帝の信頼を失い、その子孫たちは政治の世界から追い出されました。この権力の入れ替わりによって、元の強い中央集権体制は揺らぎ、地方の有力者たちが力を持ち始めました。結局、モンゴル帝国は東アジアへの直接な軍事攻撃を諦め、代わりに貿易や文化の交流を通じて影響力を広める道を選んだのです。現代の研究では、これらのさまざまな原因を合わせて分析することで、なぜ遠征が失敗したのかがはっきりしてきています。例えば、博多湾のあたりで、モンゴル製の陶器の破片や銅製の矢先が見つかりました。これは、
当時の輸送ルートが実際にどう機能していたかを示す重要な証拠です。また、気象学者が昔の気候データを調べ直したところ、当時の台風がどれくらいの頻度でどこを通ったのかを正確に再現できました。これにより、艦隊がどれほど過酷な自然環境にさらされていたかが数字で証明されたのです。こうした歴史だけでなく科学な視点からのアプローチが軍事や環境、経済の歴史研究を大きく広げています。ここで私たちが学ぶべき大切なことは、目標とやり方が合っているかどうかです。たとえ陸上で最強の兵隊と資源を持っていても、海という全く違う戦い方に適応できなければ、結果は出ません。高麗の協力を得たとしても、相手の内部事情や運ぶ力を信じすぎてはいけません。さらに、自然への備えを忘れたとき、偶然の神風さえも致命な逆風に変わります。これらの教訓は、今の時代の多国籍な共同作戦や海の安全保障にも通じる、時代を超えた指針であり、歴史に基づいた未来の戦略を立てるために欠かせないものです。この結論を踏まえて、次に考えたいのが、元が日本へ攻めるために作った連合艦隊の具体な仕組みと、その失敗が後の東アジアの海軍の考え方にどう影響したかです。まず、元の艦隊は3つの層に分かれていました。一番上のメーンセール隊は、金や青果、チベットから集めた大きな船が中心で、馬に乗る精鋭部隊が乗っていました。真ん中の支援艦隊は、荷物や食料、医療、修理を行う船が混ざっており、陸からの物資を海へつなぐ拠点となりました。一番下の石膏艦隊は、小さな船や漁船を改造した速い船で、潮の流れや風向きを調べ、敵の海岸を偵察する役割を担いました。この3層構造は、陸軍とは違い、海での動きやすさと持続力を同時に手に入れようとする挑戦でしたが、実際には船同士の連絡手段が不十分だったため、指揮系統はすぐに混乱してしまいました。連絡の問題は、旗や灯火だけでなく、声や太鼓、笛によるリアルタイムの指示が不可能だったことが原因です。特に台風が近づくと視界が悪くなり、旗は見えず、笛の音は波の音にかき消されました。その結果、メーンセール隊が急に進路を変えても、支援艦隊は元のルートを走り続け、迷子になって補給が途絶えるということが何度も起きました。これを解決するために、星を見て方向を決める星増工法の導入が試みられましたが、実際の戦いでは使いこなせず、効果はわずかでした。さらに、艦隊の中での文化な衝突もありました。金国の船員は馬術に自信があり、陸での戦いを重視しました。一方、西夏の船員は弓が得意でしたが、船の上での戦いには慣れていませんでした。また、同行したチベットの僧侶たちは、心の支えや医療知識を提供しましたが、厳しい海での装備や訓練が足りていませんでした。このように背景がバラバラな兵士たちが、一つの命令の下で協力できなかったことが、全体の統制力を下げてしまいました。こうした組織や技術の弱さは、鎌倉幕府の守りと比べるとよくわかります。幕府は、元の連絡体制が弱いことを見抜き、海岸に東大のネットワークを築きました。石造りの塔に火を灯し、夜でも遠くから敵の位置を把握できるようにしたのです。また、潮の満ち引きを記録する潮汐時計を作り、いつ海面が上がるかを予測するシステムを整えました。これにより、元が潮の流れに乗って上陸しようとしたとき、ちょうど潮が引く時間に合わせて守りを固め、不意打ちを防ぐことができました。守りだけでなく、幕府は海上民兵制度を作り、漁師や船長を役所に配属しました。これにより、民間の船が敵を見つけるとすぐに情報を伝え、素早く迎撃部隊を出すことができました。また、民間の船は、食料に困った元の支援艦隊を妨害し、補給路を断つ役割も果たしました。この民間と国の協力体制は、後の室町時代まで日本の海軍の原型として受け継がれました。遠征に失敗した後、元は海での戦い方を考え直しましたが、内部では2つの意見に分かれました。一つは海軍改革派で、
船の設計や航海術を新しくしようとするグループです。鉄製の舵や補強材を加えて丈夫で操縦しやすい大きな船を作り、風向きが悪くても進める風車式の砲を導入しようと計画しました。もう一つは陸軍優先派で、元の強みである陸の兵力に集中すべきであり、海は二の次だという主張です。この2つのグループは激しく対立し、皇帝の側近が間に入りましたが、お金がなく貴族の争いも激しかったため、結局は折衷案として河川防衛隊を作るにとどまりました。これは川を使った輸送や沿岸の小さな守りを目とした部隊で、完全な海軍ではありませんでしたが、後の明かりが海上貿易を広げる際のモデルとなりました。このように、モンゴル帝国の海での失敗は、単なる軍事な負けではなく、東アジア全体の航海技術や守りの考え方に大きな影響を与えました。最近の研究では、この影響を視覚に明らかにしようとしています。例えば、福岡県北部の古い港跡から銅製の錨が見つかりました。その形を分析すると、当時の錨は想像以上に大きく、深い海でも安定してやまれる設計だったことが分かりました。これは現代の潜水艦の錨の技術にも似ており、当時の職人が高度な金属加工技術を持っていたことを物語っています。また、気象学者は木の年輪や海底の堆積物を分析し、13世紀後半に太平洋側で起きた超大型台風のルートを再現しました。その結果、元が遭遇した台風は、普通の台風の2倍以上の風速があり、波の高さは10メートルを超えていたと推定されます。この異常気象が、当時の航海図にある黒潮の逆流現象と重なり、艦隊のルートを大きく狂わせたと考えられます。こうした自然の要因は、単なる偶然ではなく、長期な気候変動が軍事作戦にどれほどのリスクを与えるかを示す重要な事例となっています。社会学な視点からは、遠征による人の移動と文化の交流が注目されています。遠征に伴い、多くの高麗人や中国大陸の職人が日本にやってきて、陶磁器の作り方や絹の染め方が伝わりました。特に九州北部では元末と呼ばれる独特の釉薬が発展し、後の薩摩焼の先駆けになったと言われています。また、ペルシャから来た香料は、和歌や俳句に新しい表現をもたらし、文学な感性を豊かにしました。こうした文化な影響は、単なるもののやり取りだけでなく、思想や芸術が混ざり合い、東アジアの文化圏を横につなぐ役割を果たしました。一方で、元帝国の内部では、失敗をきっかけに権力構造が大きく揺らぎました。最高司令官だった広志茶岡は、指揮権を失った後、皇帝の側近に裏切りを疑われ、最後には投獄されました。彼の没落により、軍のリーダーと官僚の間のバランスが変わり、それ以降は官僚が軍事計画をより厳しく監視する体制になりました。この変化は、元の中央集権体制を弱くし、地方の有力者が独自の軍事力を持つきっかけとなりました。結果として、モンゴル帝国は無理な領土拡大よりも、貿易ネットワークや文化な影響力というソフトパワーを使う方向へ切り替え、東アジアの勢力バランスは新しい段階へと進みました。今の時代の政策を決める人々がこの歴史から得るべきヒントは、技術な強さだけでなく、組織の柔軟性と地域社会との協力が不可欠だということです。具体に海での作戦では、多層な指揮系統とリアルタイムの情報共有を両立させることが求められます。これを実現するには、人工衛星やドローンといった最新技術を統合することが必要です。また、沿岸の国々と協力し、民間の船や漁業団体を防衛ネットワークに組み込むことで、敵の早期発見と素早い対応が可能になります。さらに、気候変動による極端な天候への備えとして、観測ステーションを増やし、台風予測モデルを高めることが欠かせません。これらの対策は、13世紀の元が抱えていた課題を、21世紀の技術で乗り越えようとする試みと言えるでしょう。最後に、学術な取り組みとして、歴史資料のデータ分析と、考古学な地図解析を組み合わせ、遠征の輸送網と拠点を可視化するプロジェクトが進んでいます。
このプロジェクトは元の艦隊が使った港の位置、物資のルート、そして日本側の守りの拠点との関係を3次元に再現し、当時の戦いをシミュレーションできる仕組みを作ることを目としています。将来には仮想現実技術を使った教育プログラムとして公開され、多くの人が歴史を体感できるようになる見込みです。こうした先端研究と技術の融合は、過去の失敗から学び、未来の安全保障を築くために欠かせない要素であることを改めて示しています。もともと、元の対外政策は、ただの征服欲だけではなかった。朝鮮半島を通じて、海上の交通網を整備するという長期な戦略があったのだ。当時の高麗王朝は、日本海側で漁業や塩作りが盛んだった。また、琉球諸島との貿易も活発だった。そのため、元にとって高麗は自然な補給拠点となる可能性があった。実際、13世紀中頃の高麗の文献には、海上の道は3つに分かれ、北は対馬、東は壱岐、南は淡路へと続く、と記されている。この記述が、後の元軍の航路選択に影響を与えたことが分かっている。しかし、元の指揮官たちの間では、意見の対立が激しかった。航海術に優れたポーランド族の船大工は、風向きは変わりやすく、潮流を読むことが勝敗を決める、と主張した。そして、船体を軽くし、帆を大きくした新型艦船、日にわ鳥号の建造を提案した。一方、陸上戦闘のエリートである騎馬隊長は、陸上の兵力こそが勝敗を決める。海上は速やかに上陸し、歩兵と騎兵で圧倒すべきだ。と主張し、重装甲の輸送船を多数用意する方針を取った。この2つの意見は、皇帝の顧問であった文献官が仲介を試みたものの、結局は折衷案として、金剛艦隊が採用された。金剛艦隊は、軽快な帆船と大型輸送船を交互に配置し、前線部隊の機動性と後方支援の安定性を同時に確保しようとしたのだ。金剛艦隊を運用する上で、最大の課題は補給ラインの確保だった。当時の日本列島では、九州北部の港湾が最も整備されていた。しかし、そこに至るまでの航路は、頻繁に暗礁と呼ばれる岩礁帯を横切る必要があった。元の航海士は、古代中国の海図を参考にしつつ、現地の漁師が使用する星占いと潮汐表を組み合わせた独自の航海術を編み出した。その結果、艦隊は一度だけ暗礁を回避できたが、次第に台風シーズンと重なることとなり、船体の耐久性が限界に達した。さらに、元の遠征は単なる軍事作戦だけではなかった。政治な工作も含まれていたのだ。高麗王朝内部では、元の支配下に置かれた貴族層と、独立志向の地方豪族との間で権力闘争が激化していた。元はこの分裂状態を利用し、地方豪族に対して日本侵攻への協力を条件に領土の再編成を約束した文書を発布した。この文書は現在残存する高麗の石碑に刻まれており、文字の様式から見ると元の官僚が直接関与した可能性が高いと考えられている。結果として一部の豪族は自らの船舶と兵員を提供し、元の艦隊に加勢した。しかし、他方で高麗本土からは抵抗勢力が結集し、元の補給路を妨害するゲリラな海賊活動が頻発した。これにより、元の物流は予想以上に分散化し、食料と弾薬の供給が不安定になるという二次な危機が生じた。このような内部、外部な複合要因は、元の2度目の日本遠征において顕在化した。第一次遠征の失敗から学び、元は艦隊の規模を縮小し、精鋭部隊による迅速な上陸作戦を掲げた。しかし、実際には依然として大量の騎馬兵と重装甲車両を積載した大型船団が中心となった。さらに、第二次遠征では、元の情報網が日本側の防衛体制を正確に把握できていなかったことが判明した。日本側は、鎌倉幕府が設置した海防司令部によって、沿岸部に多数の火縄銃と投石機を配備し、夜間の奇襲に備えていた。
元の艦隊が夜間に接近した際、火縄銃の連射と石弓の雨が艦船の甲板を覆い、乗組員の士気を著しく低下させた。これに対し、元は、夜間の戦闘は無意味である、と判断し、撤退を余儀なくされた。加えて、気象学視点からは、第二次遠征が遭遇した台風は、資料によれば、天の起こり、と称され、風速は2000サトを超えると記述されている。これは、当時の日本の農民が使用していた風水時計の記録と照合すると、異常な低気圧が西太平洋上で急速に発達したことを示唆している。この異常気象は、元の艦隊が計画した航路を根本に覆い、船体の多くが破損し、乗員の半数以上が海死したと推測される。さらに、台風の影響で海流が逆転し、元の艦隊は本来の目地である博多湾から遠く離れた鹿児島沖に漂着した。このため、上陸地点が予期せぬ南部地域に限定され、すでに整備された防衛拠点と正面から衝突する形となった。このように、元の2度にわたる日本遠征は、単なる軍事力の不足だけでなく、情報の不完全性、気象リスクの過小評価、そして現地勢力との協調不足という多面な要因が重なり合って失敗に終わった。特に注目すべきは、元が採用した河川防衛隊な小規模艦隊だ。河川防衛隊は内陸河川の輸送に特化していたため、開放海域での機動力が制限されていた。そのため、台風や逆潮流に対する回避策が乏しく、海上での即応性を犠牲にしてしまった。結果として、元は陸上での決戦を期待したが、実際には海上での補給線が断絶したことで陸上戦力も孤立してしまった。この歴史教訓は、現代の海上安全保障にも通じる。例えば、東シナ海における多国間演習では、情報共有の遅延が作戦全体のリスクを増幅させるケースが報告されている。元の遠征が抱えた情報の非対称性は、今日のサイバー空間における情報戦と類似点を持ち、リアルタイムのデータリンクと多層式系統の重要性を再認識させる。また、気候変動がもたらす極端な台風や高潮は、古代の台風が元遠征を壊滅させた事例と同様に、海上作戦の脆弱性を露呈させる。したがって、現代の海軍は、耐候性の高い船体設計と、予測不能な気象変動に対応できる柔軟な航路計画を必須とするべきだ。最後に、元の遠征が残した文化痕跡について触れよう。九州北部の古墳群からはモンゴル式の装飾が施された金属製品が出土しており、これは元の職人が現地の鍛冶屋と交流した証と考えられる。また、元の遠征に伴う交易路は、後の室町時代における中国、朝鮮、日本間の海上シルクロードの雛形となった。こうした物質文化の交流は、単なる軍事侵略の副産物ではなく、長期な地域統合の基盤を築く重要な要素であったと言えるだろう。